はい、では今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週はテキストの中にある文章で、おそらくヘレンさんに何かがあって、こういう文章が書かれたんだなっていう、非常にインパクトのある文章がありますので、それを今日は紹介したいと思います。はい。します。これは第27章2節一段落の5番目の文章から始まる一節なんですけれども、こんな文章です。自分の兄弟に傷つけられた人は、それでもなおその兄弟を愛し、信用することができるだろうか。その兄弟は攻撃してきたし、また攻撃しようとするだろう。その人を守ろうとはしないこと。あなたの害された体が自分こそその人から守られる必要があることを見せているのだから。許そうとするのは思いやりからすることかもしれないが、それはその人にとって正当な報いではない。在籍感を抱いていることに同情するのはいいが、それを免れさせるのは良くない。そして、もしあなたがその人の違反したことを許そうとするなら、その人が実際に自分にもたらした在籍感を深めるだけである。という文章なんですね。これはここまでずっと読んできた内容とかなり違っているというか、この文章を読んで想像がつくのは具体的に何かヘレンさんに、攻撃的な人が現れたというか、体がって書いてありますから、本当に何か、ね、傷つけられたとかってことが、ヘレンさん自身かどうかわかんない、別の人かもしれないけど、あったかもしれないんですよね。っていうか、そうじゃないとこの文章ありえないと僕は思います。それから、この文章がこの27章って随分後の方じゃないですか。はい。ね、こんなとこになって出てくる理由っていうのもちょっと考えるんですよ。うん。それは何でかっていうと、コースをずっと学んできて、許すっていうことがすごく当たり前になってきちゃうんですよね。そうなんです。何が起きても許すんだみたいになりかねないんです、今度はまた。はい。そうすると、この場面で、相手の人の姿がこんな風に今描かれてましたよね。その人は攻撃してきたと。うん。また攻撃しようとするだろうって書いてありますよね。はい。そうすると、この人は、偶然何かぶつかって痛い思いをさせちゃったとかでは全くなくて、うん。意図的に害をなそうとしてるっていうことになりますよね。はい。だから悪意があるのか攻撃性があるのかよくわかりません。だけど、また攻撃するような人が目の前にいるんなら、うん。その人を許すのはおかしなことだってことに言ってるわけです。ここまで来ると、すごく具体的な話をこれはしてるってことが、やっぱりどうしても考えざるを得ないでうん。すよね。一般論はい。じゃなくて。ね、はい。クラスで DV の話になるときがあります。まあ女性が旦那さんにひどい目に遭ってるって話が具体的になっちゃってる場合、そしたらそれは違う話だよっていうふうに僕は必ず言うようにしていって、この世には法律ってものがちゃんとありまして、最低限守るべきルールっていうのが決まってるわけですよね。で、錯覚だから破っていいなんてことでもまさかないし、錯覚だから傷つけていいなんてことも全くないわけですよ。相手が攻撃をし続けるっていう状態だったら、それはやめさせなきゃいけないっていうことを言ってるんだろうなって思いますね。エミさん、これ読んでどうですか？すごく驚いたんです。許すことっていうのを学んできたし、その許す方法、奇跡を行うとか、そういったことをずっと実践してきて、この文章が出た時に、その逆じゃないですか。驚いたのは、いいんですけれども、この文章を読んだことによって、奇跡のコースが伝えてくれていることと、自分が暮らしているこの世界との、すり合わせができたっていう感覚がすごく強いんですよ。うん。自分が例えばひどい目にあったとか、それは、これは幻想だ、ではなくてちゃんと対処していい。困ったことされたりしたら、それは拒否していいっていうことを受け取れたというか、私にとってはすごく大事な文章です。そうですね。うん。だからこれに似たような部分があって、人に頼まれたことはどうでもいいことだからやってあげたらいいっていう文章がまずあって、うん。うん。でもそれがじゃあ人を傷つけるとか、さっき言った法律を犯すとかっていうことを頼まれてやっていいかって言ったら、それはそんな話はしてないっていうのが後からまた出てくるわけですよね。うん。うん。だから行動のレベルの話はこのコースはほとんど出てこないんだけれども、少なくともこの世の常識とかこの世のルールみたいなもの、法律とか、錯覚だから無視していいとか、錯覚だから過剰適用するっていうのかな、適用うん。しすぎちゃうっていうのかな、それは変なことになるって全部いう。幻想だからとか、本当は非実在なのよって、そこに
過度にいかないっていうことですね。そういうことだと、これは思いますよね。だからヘレンさんもついつい、この場面はヘレンさんが許そうとしすぎたっていうかな、ことなんじゃないかなって思えますよね。はい。その人の罪を免れさせちゃいけないって。だから相手に悪いと思わせなきゃいけないって言ってるわけですよね、これ。だけど言われてみれば当たり前なんですよね。相手が悪いことをしてる人の状況がちょっとこれわからないから、意図的に本当にやってるのか、それともどうしてもやってしまうのか、何が原因かこれわかんないからね。だけど少なくとも相手に対して自分はこれは嫌なんだ、こんなことされたら嫌ですっていうふうに言わなきゃいけない、言うべきだ。そうやって相手の在籍感をもし免れさせるんなら、いいのよ、いいのよ、私のことなら殴っていいのよって話になっちゃうわけじゃないですか、これ。そう、本当そうですね。だからそんな風に在籍感免れさせたら良くないって、相手がじゃあいいのか、じゃあ殴ってやるよみたいになっちゃう話に、こういう場面も出てくるんだなっていうのが興味深いというか、大事なとこだとは思います。はい。で、そのお相手の方がしっかりと在籍感を感じることができたことによって、初めて、例えば精霊の働きがそこにそあったり、いろんな道がありますけれども、そういったものに導かれていくきっかけにもなったりするということを考えても、やはり在籍感を免れさせてはいけないっていうもう言葉が出てくるんだろうなっていう解釈を私はしました。そうですね。だからこういうことが実際に起きている人にとっては、この文章はすごく大事で、家族の問題って最近はテーマになったりしてるから、助けようっていう人たちがいっぱい増えてきましたよね。助けを求めるべき場面はちゃんと助けを求めようみたいなことで、それは自然なことであって、その後にはその人の人生はまだ続いていくんだろうし、相手がどういうことになっていっても、最終的には精霊の働きがあるっていうんですけど、お父さんがよくおっしゃる、ダンプカーが走ってきたら逃げるでしょっていう、そりゃそうですよ。あのお話が大好き。あれは一番わかりやすいけど、というところに、つながる話かなと思います。はい。いいお話をありがとうございました。はい、ありがとうございました。